にちは。今回は嘆きの亡霊は引退したい第13話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。最低最悪の姉妹。一人敵に回すと怖すぎる。悪魔かこいつ。脅し慣れてる。ちょっとひどくない？お買い得。ニューク取ればいいのに。シャミ子悪い。アーノルドさんかわいそうすぎない？アーノルドさんかわいそうで草。適合しなかった。雑魚。強制解除。鑑定された。雑魚すぎて発動しない。拒否された。ティノにもキモいと言われるとは。発動しない。仮面の評価正しいわね。あの仮面をつけたのに外してしまうとはどんだけすごいんだ。たちの悪いギルドだな。杉田が言うならしょうがない。よっかねえよ。やはりマスターは神。最後の机の上のメッセージとサイコロなどの道具は何？お土産の宝具。エリザはたまにああやってお土産の宝具を置いていって位に監禁してもらってる。ちなみに位以外のメンバーとは結構会えてる。なるほど、ありがとう。続きありそうな引きだけどわからないな。顔見せだけして終わりかよ。狂犬の監督だから見始めたけど最後まで楽しめたわ。赤さにはくらい削ってこっち丁寧にやるべきだったよな。6をあれば位がなぜ周りから新参希望と見られるか分かったのに。シトリーは赤社ゴーレムを仲間の形見とか言ってたけど、赤社の仲間を大切に思っていたわけでもないだろうに。どういうつもりなんだ。能登師匠も尊敬してるし、兄弟子たちも大事な研究仲間だと思ってるよ。まあそれはそれとして罪はかぶってもらうんだけど。師匠を尊敬してるはまだわかるけど、兄弟子が大切な仲間というのは信じられん。大体赤社ゴーレムは仲間の形見だからというより、重要な研究成果だから欲しいんじゃないのか。両方だとしても後者が圧倒的に大きい気がしてならない。仲間イコール道具。研究を効率よく進めるためのね。シトリーにとって嘆き亡霊以外は道具なんだよ。正直内容は大して面白いと思わなかったけど、アニメとしての見せ方が工夫凝らしてあって楽しく見れた。位は予想とは違うものだったが仮面の宝具を手に入れることができたし、シトリーは赤社ゴーレムを手に入れられたし、アーノルドは酒代になれば良いくらいのつもりだった宝具で9000万リール手に入れることができたし、怖い目にあって借金作ったエクレール城以外はおおむね丸く収まったな。妹の貯金は必要な犠牲だったのだ。シトリーが後でルシアに返すだろう。結局シトリーが自分の金で赤社ゴーレムを買えたのと同じだから問題ない。ルシアの貯金はアーノルドたちから回収した金で保管したんじゃない。落札価格の予算オーバーが1億1000万。アーノルドたちから回収した金額も1億1000万。ぴったり同じ額だし。おお、なるほど、同額だったのね。これはシトリー一本化増額で読めルートがさらに近づいてしまったな。アークは位に言葉が足りないと言っていたけど、武器は持っていかないようにという位の忠告を聞かなかったアークにも責任あるな。それを言った位の意図は全く違っていたにしても。原作やとあの武器は体の一部みたいなんやから失念していたとある。あの本具は危険だ。今から行けばまだ間に合う。剣は持っていかない方が良い。ズバズバ当ててこれで何も知らないは通らないよ。位さん。アニメはカットしまくりで有能に見えるが、漫画や小説だと位の心情わかるから、ただの思いつきなのがわかる。その辺アニメでは伝わらないのが残念や。アークは位をきっちり見定めてると思ってたけど、アークもきっちり見定めてるのは意外だった。面白かったから2期3期やってほしいな。2期来た。やっぱ来たね。2期来た。2期あるじゃん。2期来た。嘘だろ。ネタにしとけ。手のケツのおかげで2期確定。まさかの。2期あった。アーノルドさんの1000の試練続行だ。続編やります。2期来た。超嬉しい。ナローの勢いが止まらない。脳分割多すぎ問題。2期地味に嬉しいわ。来た、オーブヒエーカ劇場版か。続編かよ。
ミキとは言わないのか。これは分割ってわけじゃなかったのか。続編の告知はしたが、いつやるとは言っていない。映画でバカンス編なのかも。だが一期エンディングを超えるのは無理だろうな。決定だけだとだいぶ先なのか。まあこの作品アニメ化するなら2期前提だとは思ってた。続編決定きた。続編がいつになるかわからないが楽しみだ。これは2年以上かかるタイプの速報。もう2期やランアニメの方が少ないのでは。メンバーまだ半分くらい残ってるもんな。やると思ったよ。いや待て、2期じゃなくて劇場版かもしれない。続編ないとか言ってたやつ、ちゃんと詫びを入れなさいよ。続編はあるとは言ったが2期とは言ってない。しかし最近のアニメは景気良いな。何でもかんでも続編決まるで。これらのべ時代だとこんなポンポン決まらなかったからな。なろう軽減作ばっかじゃね続編決まるの。ダンダダンとかまじる見えとかジャンプ系も2期来てるじゃないか。主人公パーティーが全員出たと思ったら終わったな。分割にクールってことで放送時期まですでに決まってるんじゃないか。続編って2期なのかまさかの映画なのか。クライちゃんどんまい。次はピンク姉妹以外のメンバーの活躍も見たい。山田アニメも続編決定したがまだやってないしな。続編ってことは劇場版かもしれんのか。さすがに劇場版は勝負に出すぎだろ。OVA の方がまだ可能性高そう。できればテレビ2期でやってほしいけど、はったりだけで生きていくアニメ、漫画かもしれないけど、他にもあったような気がするけど思い出せない。ティノちゃんの可愛さでなんとかなったな。嘆き続編は扱いとしてはニクールらしいぞ。元より分割か。やっぱ主人公はクズの側に振り切った方がええな。作ってるうちにこなれてきたのか。後半はちゃんと面白かったわ。新規の習うものの中では一番おもろかった。いい最終回だった。制作陣のセンスがすごかった。2期も楽しみ。ひときわ異彩を放つ主人公くらい。使うのはシトリーの資金、極めつけに妹の貯金という残念さ。お約束のゲロ吐きそうでオチもついたね。勘違い芸とオープニングからエンディングまで使った演出で最後まで楽しませてくれた本作。2期でストグリ全員揃うところがぜひとも見たい。最後までくらいはいい意味でクズキャラ貫き通したな。毎回こだわりオープニング、エンディング演出良かったよ。出てないキャラもいるし、これは2期見たいな。関係者の皆様お疲れ様でした。面白かった。クライが壇上の宝具の数々に葛藤を始めた時には、やっぱこいつダメだとなったけど、シトリーのためにアカシャを競り落としてやるなんて見直しました。そして騒動の元凶である仮面が、仮面違いなオチも笑えて良い最終回だったと思います。続編楽しみです。物欲に負けて余計な宝具落札しようとしたらシトリーを救ったとか、なんでそうなるは最後まで健在だった。我慢するシトリーと欲しいものに忠実なくらいの対比になってるのね。やばい仮面も雑魚すぎたおかげで難を逃れてるし、とりあえずこっちを見ているティノが可愛い。位の前では女神のように優しく可愛いシトリー。けどところどころで地金が出てる。赤シャゴーレムを仲間の形見とか言ってるけど、赤シャたち刑務所送りに下のシトリーだし、フォーリンミストに毒盛った上、解毒剤を法外な値で売りつけるし。姫様から仮面をもらってきてもらうだけのはずなのに、位が適当についた嘘が本当になって姫様も反省。アークは暴れた姫様をなんとか止めて帰ってきてみたら、位からあれを癇癪だと言われてるの笑った。位は占い師にでもなった方がいい。シトリーさんのお金でオークションするだけでもあれなのに、妹の貯金にまで手をつけるのはすごかったな。何はともあれシトリーさんの元にアカシャが戻ってきて何よりだった。でも取り分、お徴収されたアーノルド君はちょっとかわいそうだったな。オークションしかり、くらいの心情でもある。終わりよければ全てよしが、今までのことはさておいて、楽しくパーティーをしてる描写で思う存分見れて好き。また、ティノちゃんのパーティコスが可愛すぎます。続編で描かれる。残るメンツの物語も楽しみです。全く予備知識なしで見始めたが面白かった。活躍してんだかなんだかよくわからない主人公くらいと、頬をつつけがたく可愛いティノちゃん、スマート姉妹のヒロインたち、
オープニングエンディングに至るまで全部楽しかった。とりあえずストベリ全員出るまでアニメで見たいな。面白かったです。ありがとうございました。毎週毎週さ、みんなで楽しもうと誘われている感じがしてワクワクが止まりませんでした。楽しい時間をいただき本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。